皆さん、こんにちは。今日は横浜の JR 桜木町駅に来ています。あれ、横須賀に行くのではなかった。なんで桜木町駅なの？今日は東京九州フェリー浜湯に乗船するのではなかったっけ？そうなんだけど、せっかく横浜に来たのだから少し寄り道したいと思ったの。やっぱり船子としては日本丸メモリアルパークに行きたかったのです。ドラマや CM などでよく使われている場所だよね。そう、時たまテレビとかに出てくるよね。目の前で見る日本丸かっこいいな。この日本丸は1930年に竣工と歴史ある帆船です。すごいな。帆船はかっこいい。帆を上げてるシーン見てみたいね。せっかく中を見学できると思ったら閉館中だって。マストを修繕しているので閉館しているみたいよ。海鳥たちの風という作品で、少女の前に止まった海鳥は停止した時間ではなく過ぎゆく時間を表現しているそうです。ランチは赤レンガ倉庫でいただきました。いちごだらけのストロベリーフェスティバルが開催されていましたよ。第三橋客船ターミナルに豪華客船クリスタルシンフォニーが入港していました。私の憧れのクリスタルクルーズ、乗船することは夢のまた夢かな。そんなすごい豪華客船が来てるの？こっちに乗り換えない？無理。乗船するのにうん百万円ぐらいかかるよ。出港のセレモニーはやっぱりいい。ノリノリだね。アスカ2とよく似ている船体に見えるけど。よくそんなところに気づいたね。アスカ2が元クリスタルハーモニーというクリスタルクルーズの船で、シンフォニーと同じ会社の船だから似ているのでしょうね。確かに船首の尖ったところとか船尾の形が似ているね。このクリスタルシンフォニーは古い豪華客船ですが、今でもトップクラスのラグジュアリークラスです。ラグジュアリークラスは飛行機で言えばファーストクラス。乗客一人一人の名前を覚えてくれており、至れり尽くせりのサービスを受けることが可能なクラスなのです。過去に私はラグジュアリークラスのシルバーシークルーズを体験したことがあるけど、バトラーまでついていて、これぞ極上のサービスと言える客船でした。それ以上行くクリスタルクルーズはどんなサービスなんだろうな。そんなこと聞くと乗船したくなってきたじゃない。君はさすが船子を名乗ることだけあるね。宝くじでも当たらない限り、このクラスは乗船できないかもね。だから諦めてね。そんな夢のないようなことを言わないで、生きている間に絶対に乗船しましょう。そうだね。絶対乗船しましょう。ボンボヤージュ、いってらっしゃい。ボンボヤージュ。フランス語で良い旅をと意味で、その人の旅が無事で楽しいものであることを祈る言葉でもあるんだよ。クリスタルシンフォニーを少し説明しておきます。1995年に竣工され、全長238メートル、旅客定員は2022年に大規模改修を行い、828名から606名と減らして運航されています。乗組員数はなんと546名ですよ。乗客と乗組員の比率がほぼ1対1で、きめ細やかなサービスが提供されています。はい、横浜駅から京急電鉄で28分ほど揺られて、横須賀中央駅へやってきました。皆さん、お待たせしました。では、趣旨に戻りましょう。今回は、東京九州フェリー浜湯に乗船し、横須賀から新門司まで行きたいと思います。連絡バスみたいなのはないの？東京九州フェリーには連絡バスはなく、横須賀中央駅から横須賀フェリーターミナルまで徒歩で約15分ほどかかります。途中、コンビニとかはないの？セブンイレブンが途中にあります。これを逃すと何もないから注意ですよ。
歩道の地面に北九州行きフェリーと書かれた案内がありました。この辺りは暗いから少し不安だったけど、こういう案内があると安心するね。これが横須賀フェリーターミナルですね。少し早く着きすぎて、まだフェリーが新門司港から到着していないみたいです。ちらっと見えたけど、お月様がとても綺麗。とても近代的な建物でフェリーターミナルには見えないね。横須賀フェリーターミナルに入ってみましょう。1階は小さな受付カウンターがあるだけです。大手フェリー会社では一番小さな受付かもしれません。本当に小さくてびっくりしました。モニターに表示されているね。徒歩の乗船時間は23時みたいです。横須賀フェリーターミナル23時45分発。翌日、新門司フェリーターミナル21時着と書いてるね。2階へエスカレーターで登りましょう。2階は広いね。こちらがメインフロアなんでしょうね。2階には軽食コーナー、お土産売り場もあり、関西のフェリーターミナルに比べると便利でいいなと思いました。待合室はまるで空港の国際線ラウンジのようでかっこいい。横須賀のお土産がいっぱい並んでいるね。やっぱり横須賀といえばカレーということでレトルトもいっぱいありました。調べたところ、横須賀海軍カレーは日本のカレーライスのルーツとされていて、明治時代、日本海軍でビタミンが欠乏して起こる病が深刻な問題になり、栄養改善のため導入されたのがイギリス海軍で提供されていたシチューにとろみをつけたのがカレーらしいよ。海上自衛隊では毎週金曜日にはカレーライスを食べる習慣があることから、カレーの町横須賀では金曜日はカレーの日としているそうです。ここで海軍カレーと思ったけど、今日は金曜日、浜湯の船内の夜食で海軍カレーと決めていたので、軽食はアメリカンドッグと葉山牛コロッケを食べました。こちらのハイカウンターにはコンセントと USB がありました。充電される方はここを利用するといいでしょう。東京九州フェリー浜湯の入港ですよ。船首が切り立っていてタイタニックみたいでかっこいいね。それに今日はお月様が綺麗な夜でした。毎年乗船したいと思い続けてきた東京九州フェリーの浜湯です。念願の乗船に気持ちが舞い上がります。この東京九州フェリー浜湯は2021年3月に就航したまだまだ新しいフェリーです。全長222.5 メートル、旅客定員268名と大型フェリーにしてはかなり少ない人数です。高速航行できるフェリーでなんと速度は 52.4 キロも出る化け物みたいなフェリーです。姉妹船にはソレイユというフェリーもいます。設備は同じですが、内装の色合いが少し違うみたいです。乗ったことないからあとはよくわからないですけどね。初めての東京九州フェリーだったのでデラックスとも思いましたが、基本運賃14,000円にデラックスのルームチャージ料金の48,000円、合計62,000円。これは高すぎるので諦めることとしましたが、21時間の船旅なので鍵のかかる個室のツーリスト S を選びました。
やっぱり鍵のかかるお部屋が安心感もあっていいよね。短い時間ならまだいいけど21時間の大部屋はきつそう。ツーリスト S ならルームチャージ料金も6000円の合計2万円で乗船できます。最安値で乗船するならツーリスト A ならルームチャージ料がなく基本運賃だけで乗船できます。けど鍵はかからないし大部屋なので周りが気になる方にはおすすめしないかな。東京九州フェリーは料金が高いと感じました。関西人の私たちからすれば関西のフェリーが安すぎるので余計にそう思ってしまうのでしょうね。フェリーターミナルの軽食コーナーとお土産売り場が充実しているのはとても良かったです。ここで東京九州フェリーの料金表を載せておきますのでご参考にしてみてくださいね。ターミナルの下から浜湯を見に来ましたが、無機質な建物と人道橋はデザイナーさんのセンスを感じさせてくれます。夜空にフェリーの白い船体が引き立ちとても素敵です。ほんとそうだね。夜もいいけど青空とこのフェリーはもっと馴染みそう。一度見てみたいな。さて23時になったので乗船しますよ。初乗船のフェリーはワクワクドキドキ感はもう夜間のお湯が沸騰しているような感じです。嬉しいな。やっぱり私は船子だなとつくづく感じます。私も初めてのフェリーなので緊張でちびっちゃってしまいそうで恥ずかしいです。やっとこのフェリーに乗船できることができてよかった。ずっと乗りたいと言ってたものね。すぐエントランスかと思いきや長い廊下を通って移動なんですね。ほんと長いね。今まで乗船してきたフェリーだとすぐエントランスだったものね。やっとエントランスだよ。エントランスに一番乗りだと思ったらトラックの運転手さんにやられちゃったね。残念。うわー、すごくキラキラしてる。東京九州フェリーの3層吹き抜けのエントランスはすごすぎました。さすが関東と九州を結ぶ花形長距離フェリーですね。可愛さでは阪急フェリー摂津、豪華さでは東京九州フェリーの浜湯でしょうか。今回の予約した4階のお部屋、ツーリスト S へ行きますよ。どんなお部屋なのかな。S44 の区画にあるツーリスト S です。入ると左右に3つずつお部屋があります。4121号室と4122号室です。両室とも一番奥のお部屋を取りましたよ。やっぱり個室で鍵をかけることができるプライベート空間がやっぱりいいですよね。テーブルと椅子があって大型のテレビもついています。テレビはイヤホンでないと音が聞けない仕様になっています。これは不便です。コンセント、USB、ヘッドフォンの端子があり、読書灯もついていました。枕は少し固めでした。続いてマットレスを触ってみましょう。あ、これは固めですね。
このシーツは掛け布団とマットレスの間に挟んで使います。掛け布団は薄いものでした。このお部屋のダメなところはエアコンの調整ができないこと、そしてドアの下に開いている大きな隙間から音が筒抜けなところがダメです。5回のツーリスト S にはドアの下に開いている大きな隙間がないのでそちらをおすすめいたします。4階のサイドデッキへ行ってみましょう。ここは出港前後だけ出れるデッキです。乗組員さんに聞くと出港してから少しは大丈夫ですよと聞いていたので、出港もここから撮影してみたいと思います。私はこの長い廊下のサイドデッキが好きで、出れるならここを選んでいます。この浜遊はとても長いサイドデッキで船尾付近まで行けるのです。本当に長いサイドデッキですね。なんか船という感じがする良い場所なので私も好きです。さすが全長 222.5 メートルもあるフェリーだけのことはありますね。もう人道橋は離されていました。今回徒歩の方は30名だそうです。金曜の晩なのにこの人数は少なすぎでしょう。船尾にはこの広いオープンデッキがあって最高です。ここも航行中開放してくれたらいいのにね。それにしても広いデッキだね。出れることを知らない人もいそうな気がします。だって誰もいないのがその証拠です。見て、パンネルがあんな遠くに見えているよ。本当に大きなフェリーですよね。フェリーから見た横須賀フェリーターミナルはこんな感じです。右側の奥に世界の三大記念館ミカサがあるのですが、戦艦ミカサは日露戦争の日本海海戦でロシア海軍のバルチック艦隊と戦い、歴史的勝利を収めた戦艦が置かれているんです。海軍の街という横須賀らしい場所ですよね。23時45分出港しましたよ。船旅で出港はビッグイベントなので見逃すわけにはいきません。やっぱり出港シーンはいいものですよね。21時間の浜遊の船旅楽しんできます。行ってきます。作業員さんの方が手を振ってお見送りをしてくださいました。ありがとうございました。作業員さんの心遣い、嬉しいよね。右側にたくさんある赤い航空障害灯が見えるあたりが米軍横須賀基地です。年に何度かの米軍基地でイベントが行われているみたいなので、一度は参加してみたいです。いいよね。日本にいながらアメリカの雰囲気を味わうことができるし、飲食はドルでも支払えるので、今ならかなりお得だよね。オレンジの光が輝いている方角に、今日昼に行った横浜があって、横浜市は神奈川県東部に位置する政令指定都市で、人口は約370万人。夜でもこの明るさは納得ですね。寒いので船内に戻って夜食でもいただきましょう。夜食でレストランが営業してるフェリーも珍しいね。どんなメニューがあるのかな？もうここは一択でしょう。横須賀では今日金曜日はカレーの日なので、カレーを注文しないとね。
ッチパネルで注文するだけなので簡単です。このオリジナルカレーを選びます。あとは待つだけです。最近どこもタッチパネルの注文方法だね。来ましたよ。これが横須賀海軍カレーなのかな。きっとそうだと思うよ。だって横須賀から出港なんだよ。いただきます。家でよく食べているバーモントカレー中辛より少し辛い感じでとても美味しいカレーでした。東京九州フェリーのオリジナルカレーは横須賀海軍カレーでした。認定書がちゃんとありました。ごちそうさまでした。決済はセルフレジでカード、現金でお支払いできます。横須賀フェリーターミナルの売店にも海軍カレーはありましたが、1300円でした。こちらは950円でした。そういえば大浴場が25時30分までみたいだから言っておかないと。そうだね。きれいになってきましょう。貸し切り状態だったらいいのにな。願いを込めてのれんをくぐります。運がいいことに誰もいなく貸し切り状態でした。露天風呂、サウナまであって最高だったね。ロッカーは100円返却式なので必ず100円を持っていくこと。冷水器がないので自動販売機でミネラルウォーターを購入し、ソファーでほっと一息。もう時間も時間だし、明日朝日も見たいので寝ますか？寝ましょう。皆さん、おやすみなさい。おはようございます。現在朝の6時11分です。6階デッキへ向かいましょう。船旅でのマジックアワーと朝日は必ず押さえておきたいところですからね。先ほどちらっと窓から快晴のように見えたのでこれは期待できるかも。こんなにいい天気なのに出れないの？うわぁ、どうしよう。4階のサイドデッキの窓なら水しぶきもあまり飛んでないだろうからガラスの汚れもマシだと判断し4階へ移動。窓が少し汚れているけど朝日を見ないと。綺麗だね。けどこの波でデッキに出れないのはきついね。デッキのボックスが邪魔なので他の窓から撮影したら窓にピントがあって大失敗。デッキに出ることができれば綺麗なマジックアワーと朝日を見れただけに残念。2月15日は伊勢志摩あたりの沖で日の出でした。8時に6階デッキが開放されたみたいなので行ってみました。太陽が明るすぎて膨張気味だけど雰囲気だけでもどうぞ。ファンネルに朝の低い光線が当たってとても綺麗。今日は波があまりなくこれは快適に過ごせそう。波がないのは嬉しいね。前回の日本海も穏やかだったけど本当に運がいいね。そうみたい。日頃の行いがいいからなのかな。そういうことにしておきましょう。遠くに見えているのは紀伊半島ですね。早起きしたのでお腹ペコペコ。朝食を食べに行きましょう。何を食べようかな。和風か洋風か悩むところだね。私は和風プレートにします。鮭が美味しそうだし。じゃあ私も和風プレートにしよう。早いな。もう昨日から決めてたんでしょ。一通りネットで見ておいたからもう決まってました。鮭、明太子、
卵焼きにほうれん草もついていて美味しそう。よし、食べよう。いただきます。やっぱり和食がいいね。1200円もしますが、中身は豪華です。それに美味しいんです。うん、とても美味しかったね。レシートをセルフレジでピッと。ごちそうさまでした。和歌山県の潮岬付近だよ。この山々を越えたあたりが私たちの住んでいる大阪だね。船内探索に出かけましょう。まずは4階から紹介してみますね。エントランスに横須賀、九州の観光マップ、出港日の新聞も置かれていました。浜湯のサービス時間が案内されていました。写真を撮っておくと便利ですよ。案内所があって、隣にはショップが並列していましたよ。ショップにはオリジナルグッズやお土産が置かれていました。夜食に食べたカレーのレトルトもありました。浜湯の船内図もこの通りあります。やっぱりフェリーに乗船したらお決まりの記念スタンプは押さないといけません。アミューズボックスという名のカラオケルームがありました。けど他の方に覗かれそうなので利用しませんでした。本当は歌いたかったんですけどね。共有のフリースペースを抜けると自動販売機コーナーがありました。旅客定員が少ないとはいえ、4階にしか自動販売機コーナーがないのも不便です。そして、浜湯の乗船記念の浮き輪を越えるとコインロッカーがありました。ツーリスト A の大部屋用に貴重品ロッカーがあり、公衆電話も完備されていましたよ。婦人用化粧室があって、入ると左側に4台ものコインランドリーが完備されていました。お部屋の前の廊下も少し歩いてみます。この4階のお部屋はツーリスト S とツーリスト A があります。床の絨毯がとてもいい感じだね。私たちが入ってるお部屋は黄色の S44 のツーリスト S です。この4階にあるツーリスト S の S44、S45 区画だけ車椅子の方が使いやすいように部屋にゆとりが設けられています。一般の方もこの区画は使うことができるのですが、難点はドアの下に大きな隙間があることで音が筒抜けなことです。ですので普通のツーリスト S を押します。お部屋の図のピンクの場所はツーリスト A の A44 のレディースルームで、ここの73番だけ半個室のような感じです。ここをおすすめいたします。4階から5階へ上がりましょう。
5階に船旅で一番楽しみなレストランがあります。共有スペースには椅子や仕切られたテーブルと椅子の場所もあります。そしてキッズルームがあって可愛く装飾がなされています。窓際にはハイカウンターがあって USB も使用できるコンセントが設置されていました。お部屋の前の廊下も少し歩いてみます。この階のお部屋はステート和洋室、ツーリスト S、ツーリスト A があります。個人的に一番お気に入りの場所のフォワードサロン。眺めは最高でした。あの選手の先端で手を広げてディカプリオをしたいと思っちゃいました。こちらが通常のツーリスト S です。4階よりこちらの5階の方がいいかもしれません。フォワードサロンにも近いですしね。ツーリスト A は上段、下段に分かれているのが特徴です。けど個室でないので21時間は辛く感じるかもしれません。その分、ルームチャージ料がなしで乗船できるので安く行けるのはメリットかもしれません。5階から6階へ上がりましょう。婦人用展望浴室の横の壁にニッチが設けられ、浜湯のグッズが展示されていました。真ん中のお花の T シャツシリーズは新日本海フェリーさんでも展開しています。けど現在は生産が終わっており、在庫のみらしいので欲しい方はお早めに。紳士用展望浴室の横の壁にもニッチが設けられ、こちらは男性用のグッズが展示されていましたよ。6階のデッキに出るドア付近にスポーツルームも完備されています。あとおすすめな場所としてスクリーンルームです。ヨギボーが置かれ、映画やプラネタリウムを見ることができます。どうですか？これがプラネタリウムの様子です。他にも演出がありましたが、ここでは秘密にしておきます。お部屋の前の廊下も少し歩いてみます。この階のお部屋はベランダ付きのデラックスとステート和洋室があります。東京九州フェリー浜湯は旅客定員が少なく、部屋数もとても少ないです。あまりの短い廊下にびっくりです。これで船内探索を終わります。ありがとうございました。頑張りましたね。お疲れ様です。まだ大きなイベントがありました。姉妹船のソレイユとのすれ違いです。新門司港から横須賀港へ向かうフェリーです。
互い汽笛を鳴らしながらお互いの安全を願っているような感じに聞こえます。またね、ソレイユ。今度は君に乗船するね。そろそろお風呂タイムといたしましょう。新門司行きは昼間の女性露天風呂は太平洋側となり、大海原を見ながら露天風呂を楽しめちゃうのです。これはもう史上最速で移動する露天風呂みたいだね。うまいこと言うね。確かに最速で移動する露天風呂だね。さあ、露天風呂で最高な気分を味わってきます。そろそろランチを食べに行きましょう。フェリーでの食事は本当に楽しみです。お昼は船上でのバーベキューが食べれると楽しみにしてきたんだけど、冬の時期はバーベキューは開催していないそうです。よし、決めた。昼のメニューとは別に限定の明太子とポテトのクリームグラタンを食べようかな。来ましたよ。美味しそう。実際めちゃくちゃ美味しかった。今回は残念でしたが、船上バーベキューは次乗船する時の楽しみに置いておきます。さっきポスターで知ったんだけど、今回衛星を使ったスターリンクが浜遊に提供されてるみたい。衛星からだと陸から離れた海上でも問題なくつながるのがいいよね。これからスターリンクが普通に使えるようになると嬉しいな。エントランスのテレビで映画がやっていたので見入ってしまいました。21時間も船内で暇なんじゃないのかと思うと思いますが、案外いろいろと楽しめるものがあって退屈しないんですよ。そうなのよね。私も暇なんかじゃないかと思ってたけど、逆にもう少し時間が欲しいぐらいです。レストランは営業時間以外はフリースペースになっていて、お水やお茶なら無料でいただくこともできます。コーヒーとビールはお金を入れれば飲むこともできます。このスペース、誰も使ってなくてゆったりするにはいい場所なんです。それとここからデッキに出ることもできるんです。なかなか全階層のデッキに出ることができるフェリーも珍しいんですよ。このデッキで船上バーベキューができるんですよ。今回は期間外だったのでテーブルや椅子は片付けられていましたけどね。夕日を見ることができるのが佐田岬あたりだったのですけど、曇りで見ることができず残念でした。大分県と愛媛県の間の豊後水道のところだね。関あじ、関サバで有名なところでもあるね。潮の流れが速く、身が締まって美味しいんですよね。一度食べたことがあるけど、それはもう絶品でした。このフェリーでの最後の食事、夕食を食べに行きましょう。最後なのが寂しいけど、楽しみましょう。乗船前から決めていたハンバーグにします。よし、決めた。最後の晩餐はこの料理にしよう。鉄板がジュージューと音を立ててる。これはきっと美味しいハンバーグに違いないね。ビーフシチューが来ましたよ。美味しそう。いただきます。これは美味しいな。レシートをセルフレジでピッと。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかったね。余は満足じゃ。
もうすぐ入港なのでお部屋を出ることとしました。ありがとうございました。いつも寂しくなる瞬間ですが、こればかりは仕方がありません。よし、入港を見に行くぞ。フェリーの入港は30分ぐらい前にはもう港に入っていますので、入港を見たい方は早めにね。入港がデッキから見れないの、乗組員さんがレストラン奥のデッキが出れるよと教えてくれました。ありがとう。急いで向かいました。やっぱりフェリーは最高ですね。あっという間の21時間、設備も充実してて楽しかったし、太平洋を眺めながらの露天風呂は最高でした。また乗船したいと思わせてくれるフェリーでした。お部屋は満足というわけではなかったけど、寝るだけに使ったお部屋なのでこれで十分です。これぞ究極の船旅でした。飛行機や新幹線では味わえない非日常的な船旅はいいものです。皆さんも一度乗船してみてくださいね。出港が23時45分、到着が翌日21時とやっぱりトラックがメインのフェリーなのでしょうね。徒歩乗船では到着時間が遅くて、結局どこかに泊まらないといけないのが欠点かもしれません。けど、フェリーの旅を一層楽しいものにしてくれるのが東京九州フェリーの浜湯とソレイユかもしれません。私からは東京九州フェリーに乗船するならば絶対浜湯かソレイユです。スズランが悪いということは決してないのですが、やっぱりこの航路はタイタニックの面構えの浜湯かソレイユです。決めつけちゃってるけど、皆さん、この子がそう思ってるだけなのでスルーしちゃってくださいね。新門司港へは何度も来たことがあったけど、東京九州フェリーでは初めての入港だからなんか新鮮な感じがするね。そろそろ着岸しそうなので下船の準備をしておかないとね。4階のインフォメーション前に行っておきましょう。さて、下船です。長い廊下を歩いて徒歩出口へと向かいます。ありがとうございました。ありがとうございました。下船しました。人道橋を渡ると終わったと寂しさがこみ上げてきます。また乗船しに来るね。浜湯、それまでお元気で。今回の船旅本当に良かった。20時間前後あたりの船旅はゆったりとできるのが良いですね。波もなく、酔うこともなく、本当に良かった。太平洋航路なので、酔うことが心配ですよね。酔いそうな方は絶対酔い止めを忘れないようにね。酔うと地獄の21時間になりますから注意ですよ。最後に東京九州フェリー浜湯を撮影してみましたよ。この切り立った船首やっぱりかっこいいな。ありがとう、浜湯。連絡バスに乗り込み、JR 小倉駅に向かいます。約40分ほどかかります。JR 小倉駅には21時50分到着です。この距離を無料で送迎してくれるのはありがたいです。JR 小倉駅に到着です。間に合わなかったらどうしようと思いながらバスに乗車していました。
なんとか広島行きの新幹線さくら406号に間に合ってほっとしました。新幹線さくら406号が入線してきましたよ。広島駅に無事到着しました。カープ坊やがお迎えです。電光掲示板にウエストエクスプレス銀河と出てる。今日は運行日だったのかな。あれ、下関駅19時43分に出発しているよね。まさかの展開。けど嬉しいな、ウエストエクスプレス銀河に乗車できるなんて。広島駅を23時48分に出発し、京都駅には翌朝の6時43分に到着です。ブルートレインが走っていた頃を彷彿させてくれるのがウエストエクスプレス銀河です。夜行列車の独特な雰囲気を楽しみましょう。さすが徹子だね。素晴らしいリレーです。長い動画になってしまいましたが、これで今回の動画はおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。